こんにちは、斉藤直樹です。今日は絵が上手くなる正しい手順についてお伝えしていきます。関連する質問が来ております。20代あまちゃんさんからの質問です。斉藤直樹先生、いつもお世話になっております。私は小中学校の頃からイラストを上手く描きたいなと思っていました。思っているだけで全く絵を描いたことはなかったのですが、1年ほど前に始めてみようと意気込み、機材を揃えました。とりあえず好きな絵を模写し続けているのですが、まだ全然似てないです。何も描けなかった1年前と比べたら上手くなっていますが、このまま模写の精度を上げれば上手くなるのでしょうか。最終的には好きなキャラクターに好きなポーズをさせたいと思っています。効果的な練習法があれば教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。とのことです。はい、あまちゃんさん、ご質問ありがとうございます。1年ほど前にデジタルイラストの機材を揃えて、そこから模写をし続けている。で、少し上手くなってきたんだけど、まだ模写する絵に全然似せられていない。そして最終的にはキャラクターイラストを上手く描きたいんだけど、どうすれば効果的に上手くなれるのかという質問ですね。わかりました。あまちゃんさんが理想的なキャラクターイラストが描けるように、どんな手順を踏んで、そしてどんな練習法をすれば上手く描けるようになるのか、上達するための手順をお伝えしていきますね。ちなみに今日紹介する内容はですね、こちらの僕の書籍、7日間で上達、斉藤直樹式イラストドリル、もしくはイラスト最速上達法の中で詳しく解説されている内容ですので、この動画を見て興味が出たという方はですね、ぜひ読んでみてくださいね。7日間イラストドリルの方は、優しめな内容の初心者向け、最速上達法の方は、最も効果的なんですが、結構ハードな内容なので上級者になりたい人向け、自分に合った方を選んでみてくださいね。それでは早速行ってみましょう。模写は課題解決のためにしよう。上達の手順をお伝えしますと言いましたが、まずは一つ、あまちゃんさんの間違いについてご指摘させてください。あまちゃんさんの質問文を読むと、1年間とにかく模写を頑張っているとおっしゃっていたんですが、これですね、結構危険です。模写ってですね、実は練習すれば練習するほど、絵が上手くなったと勘違いできるんですが、模写をするだけではですね、残念ながら、実際に上手くなれるわけじゃないんですよ。というのはなんでかっていうとですね、模写って勉強に例えるなら、模範解答を丸写ししているような状態に似てるんですね。あまねさんがですね、小学生の親になったと想像してみてください。自分の子供がですね、算数の宿題をやっていて、問題を解かずに模範解答を丸写ししていて、はい、宿題終わり、できたって喜んでいたらどうします？こら、答えを丸写しするんじゃない！ちゃんと自分で解きなさいって怒りますよね。模写だけをするっていうのはこれと同じで、答えを丸写しするような行為なので、それだけをしていて絵が上手くなるっていうのは、あまりね、期待できないんです。でですね、上手くなれないだけだったら問題は少ないんですが、模写の弊害ってそれだけじゃなくてですね、模写ばっかりを続けていると、自分は上手いというプライドだけ育っていっちゃいます。なぜかというと、もうすでに上手い模範解答を何度も丸写しして、で、結果的に上手い絵を自分の体を通してこう表現していると思っているとですね、だんだんその模範解答を自分自身で回答できているとこう勘違いしていっちゃうからですね。そうすると自分の本来の実力と模写した時の絵の実力がどんどん乖離していくので、自分のプライドを守るためにお手本なしじゃ一切絵が描けなくなっちゃうんですよ。その結果ね、そこから一生人の絵とか写真を模写し続ける模写マシーンになってしまうことがあります。これちょっと怖いですよね。あまちゃんさんの理想とも乖離していると思います。もちろんですね、模写にもいいところはあります。効果的な模写の仕方っていうのは、問題解決のために模写をするというやり方です。問題解決のための模写。これですね、僕がおすすめするのは、まずは一旦、下手でもいいので、自分自身のキャラクターイラストを描いてみることです。下手でもいいと言いましたが、もっと言うと、始めたばかりの初心者ですから、もうね、下手に決まってるんです。もう最初からうまく描けてしまったら、それはもう逆におかしいです。どうせ下手なんですから、躊躇なく下手くそな絵描いちゃってください。で、その絵をあなたが模写している絵師さんの絵の隣に置いてみるんです。そうするとですね、これね、ものすごい恥ずかしい思いになると思うんですよ。私の方がもう全然下手くそじゃん。もう見たくない。はい、そう思うと思うんですが、これも受け入れてください。当然です。相手はプロ。もう自分はね、素人なので、これはね、もう仕方ないと思ってください。はい、受け入れます。で、恥を忍んでこう見比べてみると、数限りなく自分の絵に違和感を感じると思います。例えばね、あまねさんが興味を持たれているポージングについて話をすれば、プロの絵には自然な動きを感じるんだけど、自分の絵はなんだかこうカクカクしているとか、プロの絵はぐわっと前に迫ってくるような立体感を感じるんだけど、自分の絵にはその立体感がない。
とか、プロの絵は頭身のバランスが整っているんだけど、自分の絵はちょっと頭でっかちになっちゃっているとか、そういう問題点が発見できると思うんですよ。で、ここで注意なんですが、問題点を発見したからといって、がっかりしないでください。なぜなら、その問題点を発見することこそが、上達のために最初にすべきことだからです。もうね、逆に問題点を発見できたら、喜んでくださいね。だってそれは、成長のチャンスだからです。例えば、頭身のバランスがおかしいという問題点を発見できたとしましょう。そうしたら改めてここで、プロはどんなバランスで絵を描いているんだろうという疑問を持ちながら、プロの絵を模写してみるんですよ。結局プロの絵模写すんのかよ。さっき言ってたことなんなんだよ。模写って意味ないって言ってたじゃん。って思いましたか？それ完全に間違ってますよ。最初に言ったように模写ばかりを繰り返していると、うまい絵を丸写しすることで、自分がうまい絵を描けたと勘違いすることはできるんですが、本当に自分でうまい絵を生み出せるようにはなりません。当然です。答えの丸写しなんですから。でも、問題を発見してから模写をするとどうなるでしょう？この人ってどうやってこの答えにたどり着いているんだろう？どう考えたらこの頭身で描けるようになるんだろう？ってね、答えそのものではなくて、答えに至るための過程に着目しながら模写することになりますよね。そうなんです。問題を発見してからの模写は答えの丸写しではありません。解き方の研究なんです。実際にね、7日間お絵描きドリルでも模写を進めていますが、7日間の中で模写をするのは5日目に設定しています。かなり後の方でやる練習なんですね。模写をするっていう時にはこの順番が大事なので、そこは注意してみてくださいね。上手くなるための手順。では実際に上手くなる手順についてお伝えしていきましょう。まず最初にやること。手順1は絵を描くことではありません。絵の設計図を文字で描きましょう。どんなテーマのイラストをどんな表現で、そして目標のクリエイターは誰か。とりあえずこの3つを設定してみるといいと思います。例えばテーマ、かっこよくてクールな女の子のキャラクターイラスト。表現、デフォルメがかかっていて低等身な立ち絵。そして目標のクリエイター。例えば寺田テラ先生みたいな感じで。そんな感じで一旦文字でこれからどんなイラストを描くのか設定してあげます。なぜ最初に文字で目標を設定するのかというと、仮に目標なく絵を描いたとしても、描いた絵がうまくいったのかそうじゃないのか自分でね、判断しにくいからです。上達っていうのはですね、狙った通りに絵が描けるようになることであって、たまたま偶然絵がうまく描ける瞬間を待つことではありません。で、狙った通りに絵が描けるようになるには、まずは狙いそのもの、目標が必要ですよね。そのための目標設定を最初にするっていうことが大事なんです。そしたら次、手順の2です。手順2はですね、今描いた設計図通りに、とりあえず絵を描いてみてください。この時はですね、今自分が出せる精一杯で描けばいいです。変に背伸びする必要はありません。ありのままの今の実力で絵を描き切ってください。最終的な目標がカラーイラストなのであれば、色を塗ってもいいですし、漫画的な表現が最終目標なら、無理に色を塗らなくても大丈夫です。一旦自分の実力を確かめるためにも、そのまま素直に絵を仕上げてみてください。そして手順の3です。目標にしていたクリエイターと自分の絵を並べて見比べてみます。さっきね、寺田テラ先生を目標にしましたから、この場合は寺田テラ先生の似たようなポーズイラストを隣に並べてみてください。するとですね、いろいろな課題が見つかると思います。自分の方は顔が可愛くない、ポーズがおとなしくて迫力がない、仕上げが雑、などなど。さっきも言ったようにね、ここで凹まないでくださいね。この段階ではうまく描けなくて当たり前です。むしろうまく描けない部分を発見するためにやっていることなので、できていない部分を具体的に見つけられたら、やったこれで上達できるぞと逆に喜んでくださいね。ここでいくつできていないことを発見できるかが上達の肝ですよ。さあ、問題が具体化したら次の段階、手順の4です。今発見したできていない部分をピンポイントで一つ選んで練習しましょう。例えばそうですね、ポージングが硬いという課題を発見したら、アクションポーズ集などを参考にしながら柔らかいポーズの練習をしてみましょう。例えば他にも人体の立体感が足りないという課題なら、可動フィギュアなどを参考にしながら、いろいろな角度からいろいろなポーズを描いてみると、立体感覚を養うことができると思います。ここで注意なのはね、もうあれもこれもと一度で練習の手を広げないことです。今設定した課題がポージングなのであれば、あくまでここで練習するのはポージングに限定してください。色も大事だよな。髪の毛も綺麗に塗りたいな。と、目移りしてしまう場合が結構あると思いますが、ぐっとこらえて、今は一つのことに集中してください。その練習だけをですね、そうですね、1日から3日ほどやったら次の工程に移ります。手順の5。
模写ですね。はい、ここでやっと模写です。おそらくあなたはこの数日間、ポージングの練習をしていて、一方では上達を感じつつも、でも一方ではかなり自分の実力のなさについて打ちひしがれていると思います。まあ確かに上手くなったんだけど、でも練習しても練習しても気に入った感じにならない。なんでプロみたいに自然なポージングにならないんだろうと。はい。そこのタイミングです。ここでプロに頼っちゃいましょう。実際にプロが描いた絵を横に置きながら、その絵をまんま模写してみてください。そうするとですね、ここで奇跡が起きます。ここまでの手順を踏んで模写してみるとですね、プロってこうやって問題を解決してるんだ。今まで全然気づかなかった。今まで同じ絵見てたのに全然気づかなかった。目からね、鱗が落ちるって言いますが、まさにそんな感じです。今まではね、こう同じ絵を見ていたのに発見できなかった問題の解決法が、そうだったのってね、驚くぐらい発見できるようになっていると思います。模写はね、何とかやったことがあるっていう人多いと思うんですが、おそらくこの手順を意識して模写に取り組んだことがある人って、実はそんなにいないんじゃないかと思うんですよ。さっきも言ったように模写ってですね、答えの丸写しではなく、解き方の勉強なんです。あなたはこれまでの手順を踏んだことで、自分の中に課題を発生させて、その課題ってどうやったら解決できるんだろうっていう、まさに解き方に興味を持っている状態になっています。その状態で模写することによって、こうやって解くのか。なるほどね。と、問題の本質に気づきやすくなるわけなんですね。さあ、問題の解決法に気づいたあなたはいても立ってもいられません。手順の7に進みましょう。手順の7、イラストをしっかり1枚仕上げてみる。ですね。あなたが手順の6までで積み重ねた全てを次の1枚にぶつけてみてください。特にね、模写の時に気づいた解決法を実際に次の1枚で使ってみるんです。この一連の手順は最低限の上達方向をギュッと詰め込んだものなので、人によっては1週間もあれば無理なくね、こなせちゃう手順だと思うんですが、効果は絶大です。なぜなら漠然と練習を繰り返すわけではなく、目標を設定してその解決に向けた練習法だからです。この練習法ではね、一度に解決できる問題は一つだけですが、これを何度も何度も周回することによって、今言ったポージングだけではなく、構図や色、そして立体感や臨場感など、どんどんと自分の中に表現という武器を増やしていくことができるようになっています。アマちゃんさんのね、今までの練習は全くの無駄ということは決してありませんが、この手順を意識しながら模写を組み込んでいくことで、さらに効果的に上達につなげていくことができるようになると思います。ぜひこの方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。今回紹介した本の URL は動画下の概要欄に載せておきましたので、よければ参考にしていただけると嬉しいです。ということでいかがだったでしょうか。今回の動画でね、ポージングという言葉が何度か出ましたが、そのポージングの書き方がわからないのよ。どうやったらポージングってうまく書けるようになるのっていう人もいると思います。そんな人にはまさにこの動画がおすすめです。完全版ポージングをうまく書く方法。この動画では誰でも簡単に書ける棒人間から順番に人物のポージングが書けるようになる手順についてお伝えしています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。